されどうも、今回はみなきという日本酒とのコラボ会になります。この日本酒にバチコリ合う料理を作っていこうと思います。このみなきという日本酒は一部のラグジュアリーホテルやミシュラン店でしか導入されていないかなり貴重な日本酒なんですが、僕はたまたま運よく白金台のサーパスっていうお店でシェフをしてるんですけど、そこの常連さんがこのみなきのブランドオーナーを紹介してくださって、今回こういったご縁につながりました。で、実際この前サーパスでもみなきさんの日本酒を使ったイベントを開催させていただきました。日本酒に合わせた料理を提供したり、あとはみなきさんの日本酒を作る過程で余った酒粕などを料理に使ってそれを提供させていただきました。みなきの日本酒の特別感とこの日のための料理で満足感非常に高かったんじゃないかなと思います。そんなわけでみなきさんの極限、僕はもう一度飲んでるんですけど、改めて試飲したいと思います。これはうまい。果実のようなふくよかな香りがありますね。透明感がすごいですね。この口当たりというか洗練された甘みがあって、で飲んだ時のこのほのかな酸味、これも綺麗に消えてきますね。それが心地いいですね。これだけのクオリティの高さとインパクトだけど食事の邪魔をしないバランスの良さっていうのを感じます。これはいや贅沢、この味は。はい、そんな感じで前段階で結構熱く語っちゃいましたけど、料理していきましょうか。今日作っていくのは鶏胸肉の白ワイン煮込みです。鶏胸肉自体は塩麹で軽くマリネして日本酒と調和させていく感じですね。で、白ワイン煮込みって言ってるんですけど、メニュー名として白ワイン煮込みにしてるだけで、実際は白ワインに香る蒸気で蒸すようなそんな感じですね。この後やりながら詳しく解説していくんですけど、まずは鶏胸肉に軽く切れ込みを入れて味が染み込みやすくしておきます。そしたら、塩麹ですね。だいたいそうですね、鶏の重さに対して 5% から、10% ぐらいですかね。 10% ぐらいいっていいかな。で、落としラップをして軽く漬け込んでおきます。これは常温でもう戻してて大丈夫です。だいたい20分くらいは漬け込んでおきたいです。そしたら付け合わせのメークイン、完全に火を入れるわけじゃないんで弱火で10分ぐらいを目安にしました。あとこちらも付け合わせですね。玉ねぎです。皮付きのまま、十字に切れ込み入れるんですけど、下までは入れきらないで、こんな感じで周りに塩をして、レンジで火を入れていこうかなと思います。大量に調理する場合とかお店だったらアルミホイルをしてオーブンでいいんですけど、今回は家で1人前とかそれぐらいなんでレンジの方が都合いいかなと思って、だいたいそうですね、500ワットで 4,5 分ぐらいですかね。皮付きの方がね、玉ねぎの香りがしっかりと残るんで、できれば皮付きをおすすめします。サーパスでみなきさんの日本酒のイベントをやったって話したと思うんですけど、その時のメインも鶏で、ホロホロ鶏ですね。それがすごい良かったですね。酒粕でマリネして超低温でコンフィにするんですけど、それを仕上げで炭火で焼くっていう流れでした。みなきさんのね日本酒、今回紹介してるこの極限もそうなんですけどね、精米具合が 20% 切ってるんですよね。17% とかそれぐらいなんですけど、精米具合っていうのは酒米を磨いて残った部分ですね。だからつまり中心部分を贅沢に使ってるっていうことですね。一般的にこれまでの日本酒業界では精米具合が 35% っていうものが評価されてきて、これがね美味しさの頂点であるとされてきたそうなんですよ。なのでそこからさらにね半分近く磨くってもうちょっとぶっ飛んでますよね。僕もだいぶぶっ飛んでる方だと思いますけど、ちょっともう次元がまた違うぶっ飛び方をされてるんだなっていうのがねひしひしと伝わってきました。さて調理に話を戻すんですけど、鶏胸肉は塩麹を落とさないでそのまま小麦粉をしっかりとまとわせて弱火で焼き始めます。塩麹を落とさない方がよりしっかりとお米の甘みとか香りを感じられると思うんですけど、やっぱりねちょっとデメリットもあって、焼く時にやたらね焦げやすいんですよね。まばらに焼き色もついちゃうし、
小麦粉でそれら全体をコーティングすることによって焼き色っていうのがねこう比較的安定すると思うんですよね。とはいえですよ、焼き色はやっぱりつきやすいです。これもね弱火でほんと2分ぐらいですかね焼いたら結構こんな感じでバシッとついたんで、火力と焼き時間にはちょっと注意してください。行き過ぎちゃう場合があるんで。そしたら鶏胸肉一旦引き上げて、先ほど軽く火入れしておいたじゃがいもですね、あと玉ねぎも加えます。で両面に玉ねぎの両面に焼き色ついたらここでほぐします。この方がねやっぱ焼き色丁寧につきやすいんじゃないかなと思いますけどね。あとなんだろうな、フライパンの中の扱いも簡単ですからね。そしたら、ミニトマト、あと鶏肉を戻してハーブのローリエ、タイム、ローズマリーを加えて白ワインを全体に回しかけます。でこれで蓋をして、今回はスーパーで売ってるんですけど、南部鶏っていうちょっとこうブランドの鶏で、それがねその鶏胸肉が 250g ぐらいで若干小さいんですよね。だから5、6分ぐらいで火が入ると思います。で一般的なスーパーに売ってる鶏胸肉って 400g とかあると思うんですよ。なのでその場合は10分ぐらいかかるかもしれないですね。よし、もちろん確実ではなくて常温に戻した時間であったり、蒸す時の火力の若干の差で火入れの時間っていうのは変わってきますから、それも注意してください。さあそしてソースもねいい感じに仕上がって胸肉も火が入ったんで、これをカットしていきます。いい感じにしっとりと仕上がりました。あとはこれを盛り付けドレッセですね。鶏胸肉とあとは付け合わせのお野菜と軽くソースもかけてあげて完成です。いや何度飲んでもうまいですね。本当にこう味わって楽しむ日本酒だなって感じます。このフォークの入り方、もうこれ分かった。柔らかい。いやこれはうまい。これやってほしい。これ食べてほしいわ。共有したい。野菜もちゃんと美味しい。鶏うまっ。ほんのり鶏肉に麹の甘みも乗っかってて、それとこのみなきの洗練された日本酒の甘さ、後を引かない酸味、綺麗な味わいがねスッと馴染むんですよね。鶏肉を食べた後にみなきの極限を飲むと、さらにこう旨味がね何層にも重なってくる感じがあるんですよね。これが面白いですね。いやローズマリーとタイム入れたのも良かったですね。このハーブ感とみなきの日本酒の果実感のあるこう香り、これも合うんですよ。トマトのフルーティーさとかね、白ワインのフルーティーさっていうのもね、またこれも調和してくるし、すごくいろんな側面から合わせてくれるっていうね、この万能さもすごいですね。これは至福ですよ。この余韻が最高だわ、ほんと。というわけで、みなきさんとのコラボ会でした。入手困難なお酒ですが、今回はなんとこのためにね、この動画をご覧いただいた方から抽選で一般販売を行ってくださることになりました。応募の締め切りは9月12日まで。詳細は概要欄をチェックお願いします。ラグジュアリーな日本酒体験、ぜひ特別な日に楽しんでみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。